はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。今日はですね、甘酒の飲み方についてお話ししていきたいと思います。前回、前々回とですね、甘酒についてお話をさせていただいてまして、今回3回目ということになります。この動画ではですね、発酵食などの食に関する知識や、食と健康について、あとシンプルライフの実現方法などについて、お話ししております。動画のですね、タイトル欄をタップしていただきますと、いろいろ詳細を見ることができますので、興味がある方はぜひそちらの方もご覧ください。ということで、甘酒の飲み方ですね。特にその甘酒って飲み方にルールがあるとか、ここに飲まなきゃいけないとか、そういうことはないんですけれども、やっぱりいつ飲んだ方が効果的なのかとかですね、あとは飲む量ですね、そういったところに若干注意が必要な部分もありますので、そちらをお話ししていこうと思います。で、甘酒って本当にすごくたくさんの栄養効果、健康効果ですね、健康効果、美容効果というものが詰まってます。なので、できればですね、毎日毎日続けて飲んでいただく方がいいですね。たまにちょっと飲むっていう、それも全然いいんですけれども、たまに飲むっていうだけではやはりその効果を実感するっていうことができませんので、もちろん美味しいからたまに飲むっていうだけでも全然いいんですけれども、甘酒を飲むことによって、いろんな素晴らしい効果を得たいということであれば、毎日毎日続けて飲んでいただくのがいいです。例えばヨーグルトが体にいいから毎朝食べてますっていう人って結構いると思うんですけども、そんな感じで毎朝毎日毎日継続して毎日食べるものみたいな感じで、続けていただくといいんじゃないかなというふうに思います。で、まずは飲む量ですよね。ここがやっぱり注意が必要になってくるわけなんですけれども、ここに書いてある通りですね、だいたい1日にどれぐらい飲むといいのかというところなんですが、これ1日に 200ml と書いてみました。で、これ 200ml ってだいたいコップよくあるコップの、コップ1杯分ぐらいなんですけれども、200ml を飲みなさいってことではないです。これ 200ml ぐらい飲んだ方が効果が出ますよとか、そういう話ではなくって、これ上限ですね。1日に飲む量は 200ml、 すなわちコップ1杯ぐらいまでにしておいてください。そこまでに留めておいてくださいという意味です。はい、これ以上飲むとちょっと飲みすぎってことになるんですね。甘酒というのはすごく、栄養成分たっぷり入っていてめちゃくちゃ体にいいんですけれども、やっぱり飲みすぎは良くないんですよね。何でもそうなんですけれども、この一つの食べ物がこれが例えば血圧にいいとか、糖尿病にいいとかって聞くと、そればっかりいっぱい食べてしまうっていう人が結構いるんですけれども、それはやっぱり NG なわけなんですね。何でもかんでもその成分が体にいいからといって食べ過ぎたら逆効果、害になるってことももちろんあり得るわけなので、やっぱり1日の上限量っていうのはですね、だいたいどんな食品も目安があるので、それを守って飲んでいただくのがいいかと思います。なので甘酒の場合はですね、これちょっと量としては甘酒、その飲む甘酒の濃さ、濃度ですね、濃度にもよるので一概には言えないんですけれども、やっぱり、私がですね他の動画とかで説明している、甘酒の作り方っていうのがあるんですけれども、それはかなり薄めのものです。その薄めの甘酒でこの量という感じですね。はい。かなり薄い、薄い濃度でもやっぱり1日コップ1杯までにしておいた方がいいです。で、かつですね、そのコップ1杯の甘酒を一気にガーって飲んでしまうのもこれまた NG です。はい。
でその下に書いてありますように、1日に飲む量の上限はだいたい200ミリぐらいにしてくださいよっていうことなんですが、1回に飲む量はおちょこ1杯ぐらいにしておくといいです。これかなり少ないなと思う方が多いと思うんですけども、おちょこってこんな感じのものですよね。ここに1杯ってことなので、もうクイって飲んだらもうおしまいという感じですね。なんかちょっと薬みたいなイメージかもしれないんですけれども、もうちょっとイメージよく言うと食前酒みたいな感じですね。食前酒って梅酒とかがよく出てくると思うんですが、そういったコース料理とか懐石料理とかに行くと、よく一番最初に前菜と一緒に食前酒がちょっとついてきますよね。あれぐらいの量のイメージです。飲むタイミングとしてもですね、食前酒のように、食べる時の、一番初めに飲んでいただくと、甘酒っていうのもですね、消化を助けてくれたりしますので、そういった、イメージの飲み方が、いいと思います。はい、で、その量、これ見ていただくとかなり少ないなって思う方も多いかと思います。おちょこ1杯って本当にちょっとですし、コップ1杯っていうのも、かなり少ないですよね。そんなに少ししか飲んじゃいけないのかと思う方もいると思うんですが、これはですねちょっと理由がありまして、これぐらいにしといた方がいいというふうにお話ししています。その理由は何かと言いますと、やはりこの血糖値の問題なんですよね。甘酒というのは成分としては、ブドウ糖がほぼほぼ、成分の主体です。なので、ブドウ糖っていうのはとても分子が細かい糖なんですね。なので吸収がとても早いです。ブドウ糖っていうものを口から、経口摂取すると、すぐに吸収されてすぐにエネルギーになるという、ものなのですね。なので、すぐ吸収されるという糖がですね、すぐ吸収されるということは、人間のその血管の中の、その血糖値、血液中の、糖の量ですね、簡単に言うとそういうことなんですけども、その血液中の糖の量が急激に上がってしまうんですね。血糖値、いわゆる、血糖値が高くなってしまうということが起こります。通常ですね、人間は食事をすると血糖値が上がっていくんですけれども、通常の食事、気をつけちゃんとした食事であれば、食事をしてから、徐々に緩やかに血糖値っていうのが上がっていって、である程度上がったら今度インスリンというホルモンが分泌されて、徐々に下がっていって、また元通りに戻ってという状態なんですけれども、例えばですね、砂糖がたくさん使われている食べ物ですとか、あとはご飯とかパンとか麺とかですね、そういった炭水化物というのはとても血糖値を上げやすいという性質を持っています。なのでそういったもの、炭水化物とか砂糖がいっぱい入っているようなものを最初に一気にガーって食べてしまうと、血糖値も緩やかに上がるのではなくて、ガーッと一気に上がってしまいます。で、一気に上がるとこれちょっと問題があってですね、何が問題かというと、一気に血糖値が上がることによって、この上がった時にインスリンというホルモンが大量に分泌されてしまうんですね。で、あんまりインスリンっていうホルモンが大量に分泌されると、いろんな害があって、で、まずは血糖値が急激に上がった血糖値が大量に分泌されるインスリンによって急激に、降下します。そうするとですね、いろいろ人によって問題の出所は違ってくるわけなんですけれども、血糖値が下がりすぎてしまって低血糖状態になったりとか、あとはそういった血糖値が急激に上がって急激に下がって、また急激に上がって下がってっていう乱高下を繰り返すとですね、ちょっと膵臓の機能が弱ってしまったりして、最終的に糖尿病になってしまうといったことも可能性としてありますので、あんまり血糖値というのは
急激に上げたり下げたりしたくないわけなんですね。なので、なるべくそういう甘いものとか炭水化物を一気に初めに食べないというふうに心がけていただく方がいいです。で、甘酒というのはですね、やっぱりそのブドウ糖の塊ですので、血糖値を上げやすいかって言ったらやっぱり上げやすいんですよね。なので、ちょっと糖尿病を患っている方とかは特にこの甘酒を飲むってことは注意をしていただきたいんですけれども、特にその糖尿病とかではなくって健康な状態の方であっても、あんまりですねむやみに急激に血糖値を上げるっていうことはしたくないので、それを防ぐためにもやっぱり1回に飲む量を少なくするということなんですね。これぐらいの量であれば空腹時にカッと飲んで、いたとしても、そこまでですね急激に血糖値が上がるってことは考えにくいので、こういった形で量を調節して飲んでいただくといいと思います。で、あとですね、1日に飲む量の上限なんですけれども、これは血糖値が急上昇するっていう問題ではなくって、ただ単純にですね、やはりカロリーも、ありますし、糖分が、主体ですので、糖分ってやっぱり摂りすぎれば当然太ったりとか、いろんな病気の、原因にもなりかねませんので、糖分を摂りすぎないようにするっていう意味でこれぐらいですね。いくらですね甘酒が体にいい、美容にいいと言ってもですね、1日にだからといってですね、1日に1リットルも2リットルも甘酒を飲んでいたら、それはもう確実に糖分の摂りすぎになります。太りますよね。はい。なので、その点ですね、飲みすぎ注意というところをお話ししておきたいと思います。はい。結構ねいらっしゃるんですよね。やっぱりすごく美容にいいよって言うとね、どんどんガブガブジャバジャバ飲んじゃうみたいな方がいるんですけども、それはですねやっぱり逆効果ということにもなります。はい。で、あとですね、飲むタイミング、どういう時に飲んだらいいのかというところなんですけれども、当然ですね空腹時とか、いっぱい汗をかいた後とか、そういった時に飲んでいただくと吸収率が、いいですので、そういう形で吸収率を良くするために空腹時に飲むとか、いうことも、大切ですし、あとはですね食前と食後どっちに飲むといいかということなんですが、これどっちでも OK です。食前に飲めば、その後入ってくる食べ物の消化を助けてくれますし、食後に飲んだとしても、先ほど胃に入れた食べ物の消化を良くしてくれるということにつながりますので、どちらでも OK ですね。あとはお酒を飲まれる方はお酒を飲む前に、飲んでおいていただくと悪酔いを防ぐといったことも期待できます。はい、で、あとですね、最後にもう一点、あるんですけれども、甘酒って前回の動画でもお話ししたんですが、本来夏に冷やして飲むものなんですね。夏に飲む飲み物なので、冷やして飲むと美味しいんですけれども、当然あんまり冷やしすぎっていうのも良くないんですが、冬になってくるとですね、ちょっと温めて飲みたい、冷たい甘酒ちょっと辛いなっていう場合は温めて飲みたいなという時も、あるかもしれないです。で、そういう場合はですね、温めて飲んでいただいても OK なんですけれども、ただ温める場合ですね、温度は60度までにしておいてください。60度以上上げないようにしてください。ブツブツ沸騰させたりとか、してしまうのは NG です。なぜかというと、その甘酒の中に含まれている、いろんないい成分ですね、人間にとっていい効果がある成分というのはとても熱に弱いです。はい、なので、なるべくですね、そのいい成分たちが熱によっていなくなってしまわないために、あまり温めすぎないように、した方がいいということですね。はい。
ということで、今回はですね、甘酒の飲み方についてお話ししていきました。甘酒についてですね、もっと詳しく知りたいとか、レシピとかアレンジとかそういったものが知りたい、といった場合はですね、この動画のタイトル欄タップしていただきますと、詳細載っていまして、そちらにですね、甘酒の動画講座のご案内なんかもありますので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。